皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは日米の経済対策についてです。今、世界はパンデミックによる景気後退局面に入りました。このため、世界各国が大規模な経済対策に乗り出そうとしています。中でもトランプ大統領の打ち出した経済対策というのは、その予算規模が史上かつてないほどの巨大なもので、市場にとっても非常に大きなインパクトを与えるものでした。ところが、その予算というものがまだ議会で承認されていません。そのため最初のインパクトというものが少し薄れて、むしろそうした議会における紛糾といったものが今度はマイナス材料として株式市場に悪影響を及ぼしているような状態です。一方で日本はというと、安倍総理はリーマンショック級の対策を打たねばならないし、それ以上の予算というものを用意するということを表明していますが、その中身がどうなっているのかについても少し見ていきましょう。というわけで今回のニュースはこちら。アメリカのトランプ大統領が打ち出した景気対策220兆円。景気対策の法案が今議会で紛糾しています。一方日本ではこの景気対策法案の中身についてもまだまだ議論が足らないとして国会での審議が本格化するのは来月だろうと言われているような状況です。それでは日米の動きについて見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。アメリカ民主党上院の景気対策法案を阻止。両院指導部は合意に至らず。アメリカ上院民主党は22日、パンデミックに対する景気対策法案の採決に向けたマコネル共和党上院院内総務の動きを阻止した。上下両院の指導部は約2兆ドル、日本円にして221兆円の支出方法をめぐり合意に至らなかった。同議の採決は賛成47、反対47、可決には60票が必要だった。これにより同法案を23日に可決するというマコネル氏の計画が実現しない可能性が出てきた。共和民主両党はパンデミックで大打撃を受けたアメリカ経済を支える緊急かつ包括的な救済策を望んでいるが、航空会社などの企業や州、地方政府の支援に用いられる可能性のある5000億ドル分を含む重要部分で引き続き意見が割れている。トランプアメリカ大統領は採決後に記者団に対し、成り行きを見守る、達成できると思う。私にはそれほど複雑には思えない。我々は勤労者を支援し、企業を救う必要があると語った。マコネル院内総務は否決後、株価指数先物の急落に言及し、市場はこの理不尽なナンセンスにすでに反応していると指摘。採決の再審議に動く一方、民主党が大人になり考えを変えるよう求めた。一方、民主党のシューマー上院院内総務は同法案について、党派色が強いと指摘し、監督が不十分な大企業救済を含むほか、パンデミック対策も不足していると批判。病院や人工呼吸器、検査、他の設備、州、地方政府への支援にはるかに多くの資金を振り向けるべきだと訴えた。シューマー氏は、協議は続けられる予定で、24時間以内に対策がまとまる可能性もあるとした。トランプ大統領がかつてないほどの対策予算を投じようとしているには、このような事情があります。アメリカの失業数、大恐慌以来の水準に上昇か、それも短期間に。アメリカではパンデミックの影響拡大を食い止めるために、店舗等が閉鎖されており、失業者数が未曾有の水準に達する恐れが生じている。14日終了週の新規失業保険申請件数は28万1000件と2年半ぶりの高水準を記録。ゴールドマン・サックスは21日終了週には過去最多の約230万件に跳ね上がると予想している。ムニューシンアメリカ財務長官は議員らに対し、失業率が1929年から始まった大恐慌以来の 20% に上昇する恐れもあると述べた。ぎょっとする数字だがありえない話ではない。労働省が発表した2月の雇用統計によると、小売、娯楽、その他接客業の労働者数は約3300万人と、アメリカ全体の 20% を占めている。このうち5人に2人が一時的にせよ職を失えば、失業者数は1300万人に上る計算だ。これはドミノ現象を引き起こすだろう。ムーディーズによると、輸送、卸売、教育サービス業にもリスクがある。建設業も影響を受けやすいだろう。建設業は金融危機後に雇用が 20% 減ったが、こうした産業すべてに同程度の影響が出るとすれば、ムニューシン長官の予言が現実化するかもしれない。金融危機後と今回の違いはスピードだ。10年前も失業は増大したが、数ヶ月かけて起こったことだった。
当時でさえ失業率が 10% を超えることはなかった。失業率が近年 25% を超えた経験を持つギリシャのような国でも、数週間ではなく数ヶ月かけての上昇だった。トランプ政権は労働者への小切手の支給を約束しているが、1回限りではなくて、しかも当初案の1200ドルよりも大きな額を送る必要があるかもしれない。アメリカの景気対策法案についてのお話でしたが、では一体日本ではどうなっているかも見ていきましょう。30兆円規模、緊急経済対策へ、財政支出、リーマン超え。政府与党は22日、緊急経済対策で国の財政支出をリーマンショック後の対策の15兆円を上回る金額とし、民間支出も含めた事業規模を30兆円超にする方向で調整に入った大規模な2020年度補正予算を編成する。国民への現金や商品券の支給のほか、外食や旅行代金の一部を国が助成することを検討。中小企業の資金繰り支援も強化し、事業継続や雇用維持を支援する。財源には赤字国債の発行を検討する。2020年度当初予算が成立する今月末から協議を本格化し、4月上旬にも決定する。与野党から消費税減税を求める声もあるが、社会保障の重要財源ということもあり、見送られる公算が大きい。先進7カ国首脳は今月16日の緊急テレビ電話会議で、経済成長の回復に向け政策総動員で取り組むことを確認した。アメリカの経済対策が財政支出とアメリカ連邦準備制度理事会 FRB による支援策を合わせて2兆ドル、220兆円に膨らむとの見通しもあり、日本も大規模な対策で足並みを揃える。自民党の岸田政調会長は22日の NHK の番組で、リーマン時の対策と比較して大きく上回る規模を考えないといけないと強調。現金給付など国民の手元に直接お金が届く施策が必要と訴えた。外出やイベントの自粛で観光業や飲食業の売り上げが急減しており、国が重点的に支援する。イベント関連の支出も助成対象とすることが見込まれるほか、大幅な減便で業績悪化が懸念される航空会社への支援も検討するとみられる。消費者には宿泊施設などで払った料金の一部を国が助成する方向。業績悪化に苦しむ中小企業の資金繰りを支援する融資枠も拡大。医療体制強化に向け、厚生労働省所管の独立行政法人、福祉医療機構の整備費拡充も実施する見通しだ。リーマンショック後の2009年4月に決定した経済対策は、国の財政支出が15兆円、事業規模が56兆円だった。安倍政権が昨年末にまとめた経済対策は、財政支出が13兆円、事業規模は26兆円で、今回の対策は財政支出でこの2回を上回る規模とする。トランプ大統領がかつてないほどの規模の予算を用意すると発表したのは、自分にとって致命傷になりかねないという非常に強い危機感があるからだと思います。二つ目の記事で取り上げたように、失業者が何千万人にも及ぶかもしれないというのは非常にショッキングな予想ではありますが、現代においては十分にあり得ることです。人々の移動を制限します。店を閉じてくださいと言われれば閉じざるを得ません。それによって売り上げがないというのであれば、職員を一時的な解雇もしくはそのまま店舗の閉鎖などが起こっても仕方ありません。現に今アメリカで起こっているのは、実際に店舗が閉まるのとは反対に Amazon などネットショッピングの方の売り上げが伸びています。ですから今回の件が過ぎ去った後も人々の行動そのものが変わり、ネットショッピングの方の売り上げが伸びる。そして実店舗の方の雇用などが回復しないままで終わるというような経済シナリオも存在しています。このように大きな変化というものをもたらす今回の問題に対して景気対策を早めに打たねばならないと考えるのはトランプ大統領としては当然のことでしょう。そのためトランプ大統領は今回の件に関して非常に強い言葉を使って危機に対応することを発表しています。現在私は戦時下の大統領であることを認識している。そのように表現して今が非常事態であるということをはっきりと言っています。そしてこうした非常事態だからこそこのような大規模な予算を組むのだというような強い意気込みを持っています。もちろんこの背景には次の大統領選挙に向けての考えもあるでしょう。少なくとも今回の問題にきっちりと対応できなければ、いかにトランプ大統領であろうとも次期大統領になることは難しくなってしまいます。これまでトランプ大統領が築いてきたアメリカ経済が好調であったというこの評価が
今回の件で全てご破産になってしまえば、当然のように大きなマイナス材料となって大統領選挙に響くことでしょう。どのような手を使ってもまた、どのような額になろうとも、できる限りのことをするというのが今のトランプ大統領の気持ちであるのは間違いありません。一方、日本の方はというと、残念ながらトランプ大統領ほど厳しい認識を持っているとは言い難いものがあります。現在の認識においてはあくまでもリーマンショック級の経済危機が起こっているので、この対応をしっかりしなければならないと、リーマンショック級よりは経済対策を打とうという、そういった内容にとどまっています。アメリカのトランプ大統領は220兆円だといったのと比べると、はるかに少ない額に見えてしまいます。この差というものはやはり今が戦時下といったような緊急事態であることを考えた人なのか、それともあくまでも経済危機に過ぎないと考えているのか、その差が大きいと思います。そして残念ながら日米のこの経済対策において非常に大きな差があるのは金額だけではありません。スピードについても大きな差があります。アメリカにおいては今、まさに予算の審議が行われて、すぐにでも可決するかもしれないというスピード感を持って作業を進めています。ところが日本の方はというと、この予算案の中身がしっかりと詰められて、国民にその詳細が知られるのは来月にまで伸びてしまうかもしれないというような状況です。もちろん中身が無茶苦茶なものであってはいけないのですが、だからといってアメリカほどのスピード感がないのは市場からすると大きなマイナスでしょう。実際に経済は日々刻々動いているわけですから、このスピード感のなさというのも市場にとってはじれったいものになります。そして全体の額としても G7 すべての国において景気後退が起こっているということを前提に考えれば、もっと赤字国債を出すことを前提にして予算を膨らませていっても私は問題ないと思っています。そして予算を膨らませる際には短期と長期の予算についてももう一緒くたにするべきです。今必要なお金と超長期的なお金というものを分けてしまうという考えがあります。今回の問題は長期化するのだから第2弾、第3弾と小分けにした方がいいという考え方もあります。つまり先行して今必要なものをえりすぐりで先に予算案として成立させてしまうという考え方です。私はこの点に関してはかなり反対で、予算案というものを小さく1個、2個、3個と分ければ、その都度その都度、この予算では全然足りない、これでは足りない、これでは足りないと、毎回のように言われてしまいます。やはり何と言っても、全てを合算した巨大な予算があることが、市場に対する強いメッセージにもなりますし、国民に対しても、これだけの額が出てくるんだというインパクトを与えることになります。ですから、小さく何兆円、何兆円、何兆円という具合にして小分けにするというのは戦力の蓄次投入にあたりインパクトもない、そして国民にとってもなんだか全然本腰を入れてないなという印象を持たれることになります。こういった場合にはインパクトというものも非常に見えざる力として働くものなんですから、第2弾、第3弾と予算を分けるのではなく、そうした額についても最初の案に一緒にしてより大きな額として投入することを発表することが私は大事だと思います。また、そうした非常事態だからこそということもあるのですが、一緒に社会変革を行うということもこの際やるべきだと思います。例えばこれは自民党の甘利議員の意見なのですが、国民みんなにお金を配るのであれば、それは商品券や現金よりもむしろ電子マネーが良いというふうに発言しています。一体なぜ電子マネーにしようかといえば、それは貯蓄に回るのを防ぐということもありますし、同じようにキャッシュレス決済というものをどんどんと普及させようという狙いがあります。私もこのような案には賛成で、現金で配るよりも期限付きな商品券の方がいいですし、そうした期限付きの商品券よりももっと電子マネーの方が社会を大きく変える力を持っていると思います。また、このお金を配るということに関しても、例えば生活保障であるという考え方をすれば、公務員の人には配らないでいいじゃないか。むしろそうした公務員の人に配らない分を公務員以外の人により増額して渡すという考え方をするのも良いと思います。また所得に応じて配る電子マネーの額についても変化させるというのも一つの手だと思います。ですから今回の景気対策のあるべき姿というのは、まず第1回に個人の生活保障がある必要があります。その上に沈んでしまった景気を上向かせるためのお金をというものが後から出てくる必要があります。もちろんこれに付随して企業をしっかりと守らなければならないというのも必要です。個人と企業両方を守らないと日本経済そのものがダメになってしまいます。今自民党の中では様々な景気対策案というものが議論されているそうです。
その中で一体どのような案が実際の予算案として出てくるかというのはこれからの注目ポイントです。そして世間の評価が悪ければ悪いほどこれから急いで額を積みますようなことになると思うので、皆さんもぜひとも SNS 上などでこの額では足りないといった声を上げるのも一つの手かもしれません。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。